こんにちは。今回はガールズバンドくらい第9話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。外れかいなさすぎる神。新曲がライブシーンが欲しい。もう最終はまるまるライブシーンでも良いぞ。今日のニナは何かしようらしいな。ともちゃん回だから抑えたのか。割とスバルちゃん可愛い回だった。ともちゃんには合ってるって言ってたのはそういうことだったか。やっとともちゃん心を開いたかな。序盤はギャグ回かと思いきや案外いい話だったわ。モモカンの目に火が灯っててな。要求し合えるチームになってきた感じ。ともちゃん重いな。ともちゃんの言葉キッズ。結構ライン超えてて笑っちゃった。まさかルパさんがドア蹴り破るとは。エアコン2台とドアをお釈迦にする破壊神。軽トラで仲間を置いて逃亡。ヘビにガチビビリ。ももかさんヘビにビビりまくりだし、悲鳴かわいい。いい話だったけどついにライブなしか。はあ、また1週間が長いぜ。ともちゃんとかいう人の家に上がり込んで勝手に引きこもるやべよんな。めっちゃいい話やんけ。みんな本当にともに甘いな。スバルちゃんもはやあらゆるバッドエンド見てきたルック集会者だろこれ。一度懐いたニナが絡みすぎる。どういうことだ。伊勢里ニナが可愛かったぞ。前半から目をそらしつつ。予告のニナがエアコンのリモコン持って絶望してる顔は、電気代未払いで電気止められたのかと思った。ニナの解釈を間違えてるやつがあぶり出されそうな回だった。桃香から見なきゃあれがニナだよな。ニナ、お前随分と可愛くなったな。とも、このままじゃダメ。このままじゃダメ。このままじゃダメ。今日のニナは年相応の可愛らしさ爆発してたな。普通にいい話で、なんというか、暴れ具合が物足りない。普通ならずうずうしくて高顔無知のクソ女なのに、ニーナだから面白すぎる。トモはニナより年下だから優しくなるのかな。仕方ないけど、全員から下手くそ呼ばわりされてて笑った。スバルちゃん、ともちゃんからともになったな。割とルパさんがコースとも暴れてた回だったな。実は一番やべえやつと確信した。ルパさんはほんと何やってた人なんだ。波の動きじゃねえ。スバルタクオートロック前のニーナ。動きも声も可愛いすぎた。空ギターなんかちょっとやそっとで弾けるようにはならん。今回狂犬可愛かったな。スバちゃん推しが揺らぎそう。日常部分は楽しかったけど、新曲とライブなかったのが辛いな。ただ流れ的に来週は弾けると思うが。奇数回はライブの法則が崩れた。これ急に2曲ぐらい歌うライブ会来るか。ニナ別人になってね。おとなしい。桃香さんやる気出したから今後ニナコーなの。ヒナを目の前で歌わせたら、あっという間にトゲトゲ出すから安心しろ。ギャグ会だった。皆さん自由すぎない。最後の桃香と友のやりとり最高だったわ。あの数秒で全て伝わるのすげえわ。ルパのロックもそうだったが。ニナってもっとおとなしいキャラだったはずなのに、なんか今日のニナ、いつも以上に頭おかしかったな。浮かれてんだよ。スバルが成人すぎて辛い。あんなやりたい放題されたのに、スバルちゃんは天使だな。スバルちゃん宅のドアくっそ高そう。花田先生面白えよこれ。やはり廃校じゃなくて、自分から退学する方がいいということなのかな。桃香だけぶっちぎりで可愛いよな。花田、このままだとつまんないよな。あと4回で終わるの信じられないんだが、ミキやってくれ。全然決着つかなそうだよな。神アニメだな。見き合ってほしい。つまんなくないというハードル。主人公が割とおとなしかったかい。人んちのトイレ壊しておきながら。これはギスギスじゃないよね。本音のぶつかり合いだよね。それはいいんだけど、まだ痛みが足りないな。そろそろ脱落者が出てもいいはず。さすがにそれは売り上げに響く。これはブルーレイ買っちゃうよな。今週の UFO とガルクラの実況を見てると、シャニマスがちゃんと一定の需要に沿って作られてるのがわかるな。大事なのはギターの上手い下手じゃなくて、チケット乗るましょうか。
一理ある。今日の主人公はおとなしかったけど、他のメンバーがドアを破壊した。トゲなしトゲありの曲全部聴いてみようかな。さすがにくるりは知名度高えな。グルーバーズは反応薄くて悲しかった。先週のグルーバーズわかる人がこのそれだけで2人いたの普通にビビった。いつものアニメと違う層がいるみたいな錯覚すらあった。最近 CG アニメの方が面白い。女の子可愛いし。昔ほど気にならなくはなってきたかな。ヘビしか預けてなかったけどヤモリはどうしたんだろう。爬虫類飼ったことないけど冷房効いた部屋より暖かい部屋のがいいんじゃないのと思った。残りは数少ないけど、大ラストの因縁は決着つくのか。今回はニナがおとなしいというより、サンドバックの桃香がいないから落ち着いて見えるんだろうな。ニナは妹ってはっきりわかんだね。あの甘え上手は。ギターを酷評された時に、ギターで頭ぶったたくぐらいのことをやると思ったのに、しょぼくれるとは、狂犬にしてはあるまじき行為とでも言うのでらろうか。ニナはボーカル専念の方がいいかな。ツインギター入れて6人編成ならバンドリボザロと差別化ができるけど、藤の花の花言葉は決して離れないとか歓迎って意味なんだよな。今回の話にぴったりすぎんか。先週中途半端なことやってる大ダスに短歌切ったのを見てるから、桃香さんのだよなへの納得感がすごい。ギャグ要素を混ぜつつも、自分が目指してる音楽に対する女同士の本気のぶつけ合いがあって、たまらないねこのアニメ。リセリにな、彼女の底のない本気が、どんどん世界を変えてしまってるの、面白すぎるよ。噛まれるけど毒はない。警戒心が強くこなたから近づくと牙を剥く。言えて妙な、友の性格。己の本気に、ルパの、ただ見てるだけじゃ進まない、が刺さるな。下手くそ、今のままだとつまらない、本音の剣に、このバンドらしい絆さを感じる。脚本の強気一話。前半のドタバタ話と後半のともちゃんの過去に切り込む話が、いい意味での温度差があってとても良かったです。特にニナに本音をぶつけて、ともちゃんが吹っ切れた表情をしていたのが印象的でした。来週も楽しみです。実質だけでなく竹の冷房も壊す女にな、迷惑なやつ。他方本編は関係を壊さぬため本音隠すとも、沈黙は安全圏も、それは妥協に過ぎず、そんな葛藤もぶつけた本音に本気で応えるニナたちの姿を通して5人で演じることが必然と感じられていくのが素晴らしい1話。ほんと脚本すごいな。1話でともちゃんの掘り下げ完璧にまとめて感動させてくるんだから、本音を言って関係が壊れるのを恐れるともが、そうじゃない本気のニナに救われるカタルシス。ニナも告白からやけに素直でトゲトゲも出さないし、制裁の余裕ですかね。違いますね。笑い。神回からのギャグ回と思わせて、しっかり友の全身を表した良き話。ルパはきっと一番サイコパスだけど、メンバー全員を俯瞰して把握できてる。スバルも、友ちゃん、友呼びで距離感近め。ニナは年下には狂犬控えめなのね。ラスト桃香への、友の勇気ある一言シーン。いいね好き。ニナがぶち切れない回、だと。そんな常に外に思いを吐き出すニナに対して内に思いを押し込めてしまう。友、本気だから相手にも同じ熱量を求めてしまう。それを拒絶され続け、熱を外に出すことに怯え片隅に身を潜める、まるで蛇のように。まあ要するに、友も面倒くさいやつ。高校を中退してまで上京してミュージシャンになったのだから、友は誰よりも本気で音楽に向き合っているんですよね。それゆえに衝突が多かったのでしょうが、ニナたちは違った。下手でも本気で音楽に取り組む仲間に会えたことで、友は過去の闇を振り払うことができた。久しぶりのギャグ回面白かった。ヘビにビビってる桃香かわいい。笑い。過去のトラウマで言いたいことがなかなか言えなかった友が、桃香に言いたいことはっきり言うことができてて、成長したなぁと思った。ニナギター頑張れ。こういう作品、楽器上手くなるの早すぎって常々思ってたけど、ど下手くそのレッテル貼られてきちんと練習してって努力の描写があるだけで、この作品信用できるな。笑い。来週もちゃんと下手なままでいてほしい。
楽器にもよるけど少なくともギターは数日、数ヶ月で使い物になるものではないから。めっちゃ面白かった。なんかもう、すごいね。みんなトゲトゲしてて、濃いキャラクターたちですよって今までの話で思い知らされてきたのに、仲良くなり始めてからの可愛さがすごい。ニナなんてぶっ飛びっぷりを維持したまま、ガチで可愛くなってきてるのやばすぎる。ともちゃんフォーカス。敬意を聞かされて似てると言ってたニナでしたが、あんたほどの狂犬はそうそうおらんよ。でもニナの頑張り、エネルギー、へこたれなさに当てられて、ともちゃんもやっと一味になった感。ニナがまさにエンジン。ともちゃん、ビジュアルも内面もめちゃめちゃ好きだ。ラストにルパがそういうの大好きなんですって発言してたけど、少し達観し始めた自分に熱量をくれる若者に感謝しつつ、うまく導いてあげたいおじさんポジションなのかな。ぶつからなきゃ伝わらないことだってある。プロを目指す。口では簡単に言えるけど、本気で向き合ってくれる人は少ない。本音を言って、バンドがうまくいかなかった友のトラウマ。本当は近づきたいけど、傷つけてしまう友の心境。蛇の行動と重ねる描写が印象的でした。ニナのエアコンが壊れたところから物語が始まる。もっと、ちゃんと言った方がいいと思います。女の子たちが集まったら騒がしい。もっと、上手くなりたい。ルパは良き理解者だった。だから、本気なんだ。だから、通じ合う。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。